はい、皆さんどうもこんにちは。マイケルでございます。本日は久しぶりの投稿なんですが、GR86 ではなく、富士登山の動画を上げていきたいなと思います。今回の動画は、富士山の危険性もお伝えできるかなと思いますので、最後までご覧ください。最近富士山では軽装登山が問題になってますが、今回はね、こんだけの重装備で登っていきたいなと思います。まずは9時10分なんですが、川口湖駅にあるバスの窓口にて、スバルライン5合目までのバスの往復切符を購入します。2日間有効で大人往復2800円になります。無事に買えたので、ここからバス停まで移動したいなと思います。9時24分、バス停に到着しました。バスの出発時間が9時45分なんですが、20分前でもたくさんの人が並んでます。あと数時間後にあの山頂にいると思うとテンションが上がってきますね。バス停に並んでいると、前にいた台湾から来た方に折りたたみ傘、日傘を貸していただきました。ありがとうございます。9時45分、バスが到着しました。このバスに乗って富士スバルライン5合目まで向かっていきます。時間は約1時間程度このバスに乗ります。ちなみにバスの中はほぼほぼインバウンド、日本人はほぼほぼいないかなという状態になります。バスに揺れること約10分。ここから先はマイカー規制、車両通行止めという場所に来ました。ここからマイカー規制という場所になります。混雑回避や車両から出る排ガスによる環境保全の目的のため、ここから先普通の車は入れません。ただバスやタクシーや EV 車などは入ることはできます。そのため今回は僕が乗っている GR86 では富士山5合目まで向かうことはできませんでした。 GR86 はホテルの方に泊めてていいよって言ってくださったので、車の方はホテルでお留守番してもらってます。情報までにこのチャンネルはトヨタの GR86 というスポーツカーの情報を発信している動画になりますので、もしよろしければこの際にチャンネル登録お願いします。はい、午前10時40分、富士スバルライン5合目に到着しました。ここはバスで駅から1本で来れることもあって、たくさんの観光客がいます。ここではお土産を売っていたり、ご飯も食べることができます。なので富士山に登らない方も、ここまでね、観光で来ることはたくさんあるそうです。ここまで乗せてくれたバスにお別れを告げ、まずはここで高山病にならないために1時間ぐらい体を慣らしていきたいなと思います。やっぱり急に登ってしまうと体がその変化にね、慣れなくて高山病になりやすかったりするので、ここでね、帰りに買うお土産などを先にね、リサーチをしておきたいなと思います。敏感な人はここでもね、酸素が薄くなったなと感じる人はいるんじゃないかなと思います。標高は2305メートルになります。ここでは日付入りで写真撮影もすることができます。ただ今日の富士山はちょっと曇っている様子ですね。今回はこの相方の棒と一緒に登りたいなと思います。本当に雲の動きがすごいです。自然の力を感じますね。まだところどころに雪も残っているぐらい上は寒そうです。まずは富士登山前に腹ごしらえをしていきたいなと思います。今回こちら雲海ラーメンを食べていきたいなと思います。お値段は1400円、少しお高めですが、こういうところで食べるラーメンはまた別のね、美味しさがあります。ここで食べておかないと、ここから先はね、飲み物も食べ物も限りが出てくるので、いっぱい思う存分食べていきたいなと思います。富士スバルライン5合目から山頂までは上り 6.8 キロ、下りは約7キロあるという過酷な道になっています。なのでここでたくさん本当に食べないと危険です。富士登山は人生で今回は2回目なんですが、前回来た時もね、ここでこの雲海ラーメンを食べました。ちょっと怪しい雲行きですが、最後にね、ここの無料のお手洗いを利用して登山開始にしたいなと思います。今年からニュースで取り上げられているように、
通行料2000円かかるようになります。また、それと別でね、任意なんですが、環境保全協力金ということで1000円、計3000円、今回は支払いをしました。木の札は1000円の協力金、リストバンドは通行を確認するものになるので、手首や足首、またリュックの外れないところにしっかりとつける必要があります。午前11時27分、登山開始します。地面は土と石が混ざっているような道を通っていきます。ここはまだ関係者の車が通ったりできるようなぐらい平坦な道が続いていきます。また富士山は砂ぼこりがすごく舞いやすいので、マスクを持っていくことをお勧めします。5合目はまだまだ植物もたくさん生えている世界になります。先ほどの森を抜けるとこのような景色が広がっています。三日月みたいな湖が山中湖になります。いやー、壮大な景色ですね。少し分かりづらいかもしれないですが、風がね、強いです。草木を見てもらうと少し分かりやすいかもしれないです。はい、ここから先が分岐になります。山頂まで385分と記載がありました。ここから先は関係者の車も通れないような道となっています。ある程度ね、コンクリートで舗装はされている部分もあったり、また岩がね、ゴツゴツ落ちていたりする場所もあります。11時47分、登山開始から約20分経ちましたが、この辺りからね、坂がちょっときつくなってきます。ここに来て改めて酸素の薄さもね、実感する人は多いんじゃないかなと思います。数日前、静岡の気温が40度を観測ということだったんですが、こちらはまだ20度前後というぐらいで、比較的涼しく感じられました。風もね、あるので余計に涼しいなという印象でした。少ししんどさも感じていましたが、非日常を味わえるような絶景が横に広がっていました。ここから6合目ぐらいまでは、このような景色が一生続いていきます。この辺りの道でしたら結構軽装備なインバウンドの方もたくさんいたイメージがあります。またここはツアーの方とか集団で登っている人も多かったイメージです。少し進むとこのような石がゴツゴツした道に変わっていきます。ここもね、ちょっと角度分かりづらいんですが、結構な角度の道となっています。ここでは捻挫をしないように気をつけて登ってください。12時58分です。結構歩いたので、ここで一旦休憩をしたいなと思います。山頂の方は結構雲がかかっています。全体的に今日は雲が多い日でした。本当に晴れている時は遠くの方まで見えますので、もしよかったら皆さんここで休憩がてら絶景を堪能してみてください。振り返ってみると、遠くの方に富士山5合目、先ほど登山開始した場所が遠くの方に見えます。本当に雲の動きがすごいので、ちょっと皆さんご覧ください。こういうね、雲を間近に速い動きで見れるのは登山特有のものかなと思います。
それでは登山を続けていきたいなと思います。雲がだんだん下に見えるようになってきました。今回は高山病予防のために休憩は多くとっていきたいなと思います。また塩分タブレットと塩飴も一緒に持ってきました。だんだん雲が近づいてきてちょっと嫌な予感がしてきました。またこの辺りになると植物が減り始めて、晴れている日だとすごく暑くじりじりと日が当たっていることを感じることができます。結構風も強く吹いてきました。天気予報ではこの後は雨になる予定です。また次の日、山頂に行く日ももしかしたら雨が降っているかもしれないとのことで、ご来光が見れるかもちょっと不安になってきています。またよく聞かれることなんですが、富士山には電波が通っているのかという話なんですが、なんとキャリアにもよりますが、僕の使っているドコモでは山頂なんと 5G が飛んでおります。なのでね、電波は結構いいかなと思います。今回僕が確認したところ、電波はいいんですが、雲の中に入るとやっぱりね、電波はちょっと悪くなるかなという印象でした。ただ県外には一度もならなかったです。さあ、登山の方ですが、遠くの方に山小屋がたくさん見えております。まずはそこを目標に登っていきたいなと思います。ちょっとね、やっぱり雲が怖いなという印象です。本当に雲の動きが速くて、結構ね、上の方はすごい風が吹いているんじゃないかなと思います。なかなか普通に生活していて、これほどの雲の動き見ることはできないので、本当に貴重な経験かなと思います。はい、数分後です。案の定雲に飲み込まれました。先ほどの映像からほんの数分しか経っていないのに、これだけのもやがかかってます。そして角度もね、この棒を垂直と見立てると、これだけのね、角度があります。そして本当に真っ白になっちゃいました。景色がね、一切見えなくなってしまいました。はい、13時29分になります。ここからはね、ちょっと道が険しくなってきます。山登りしてたつもりが気がついたら崖を登っているような状態です。軽装備の問題でスニーカーやサンダルで登っている人なども聞くと思うんですが、もうここが限界かなと思います。もうここから先は登山靴でないと本当に怪我をするレベルの道になってきます。はい、先ほどのちょっとした崖を登りまして、ちょっとね、平坦な道まで来ました。ここから先はね、もっと急な、ほぼ崖みたいな道を登っていきます。ここから先は、すごい道になっています。ここを越えた先に、本日泊まる7合目ともい館が見えてきます。それではこの崖を登っていきたいなと思います。さすがにカメラ片手に登るのは危険と判断したため、リュックサックにカメラを突き刺して、両手をね使ってここから先は登っていきたいなと思います。はい、本当に険しい道になるんですが、ここを乗り越えると、もう山小屋に到着するので、
力をちょっと出して頑張って登っていきたいなと思います。はい、そしてやっとの思いで13時42分、7合目に到着いたしました。やっと7合目です。はい、7合目からの景色はこんな感じです。さっき登ってきた崖があって、景色はやっぱりね、ちょっと雲が多い感じでしたね。で、ここが日の出館というところなんですが、本日泊まるともえ館が少し上の場所になります。はい、ともえ館7合目こんな感じですね。たくさんの人がいらっしゃいます。今日はね、ここ全館個室のともえ館で一晩過ごしたいなと思います。お部屋はこんな感じです。人一人分が寝るぐらいのスペースがあります。カーテンでね、仕切るような感じです。また、二口のコンセントがあったり、鏡などもね、あります。そして、ここの山小屋にて、夜勤をね、押してもらいます。この火で炙って、登っていた木の棒に押し当てていくというものになります。そして、山小屋の方に押すところを取っていいよっていう風におっしゃっていただけたので、夜勤を押すところを見させてもらいます。すごい丁寧に押してますね。これが今回僕が登った時に使った木の棒になります。はい、綺麗に押していただけて、最後ね、カメラに向かっていい笑顔を見せてくれました。撮影もご協力いただいたので、ここでチップスターを買って食べることにしました。そして夕食の時間まで少しこの山小屋で横になって疲れを取りたいなと思います。部屋の感じは荷物もね、しっかり置く場所もあっていい感じでした。食事は到着した方から順番に提供されるみたいです。今回僕は8番目に到着したということで、8番の食事の引換券をもらうことができました。ここで次の日の朝食のパンとお水をもらうことができます。山小屋に着いて1時間ぐらい寝て、16時34分、食事が提供されました。今回はカレーにハンバーグが乗っているものになります。食事が終了し部屋に戻ってきました。今回はドリンクなどと別にリラックスできるようなものまで持ってきました。今回ご来光は山頂で見るのではなく、7合目ともえ館で見ようかなと思います。そのため4時に起きて4時30分に日の出を見る。そして5時にね、次の日は出発しようかなと思います。ですが、外に出てみると、もう真っ白になっていました。そしてよく見ると、雨もね、確認できます。結構ね、雨降ってるんで、見れるかね、ちょっと心配ではあります。約ここから山頂まで4時間かかるので、山頂でご来光見たい方は、夜中の12時に出発することをお勧めします。僕は寝ようかなと思っていたんですが、ここでトラブルです。僕が夜の11時30分ぐらいに寝て、次の日4時に起きようかなと思っていたんですが、夜中の11時40分、僕が寝て10分しか経っていないんですが、カーテンが1枚で仕切られているので、インバウンドの方のね、大きな声が響いてきて、全然寝ることができませんでした。里面有衣服可以塞进去里面吗？一定要塞进去的，塞进去里面塞不到。この声が耳元で約30分ほどずっと続いていたので、ちょっときつかったですね。转有多少天转？おはようございます。
次の日、登山2日目になります。雨は止んでいましたが、やっぱりね、ちょっと雲は多かったです。ちょっとでも明るくなってきていたので、ご来光は隙間から見れるかなという状態でした。はい、もうすぐでご来光が見れるかなというタイミングで、やっぱり山の天気は変わりやすいっていうことが分かったかなと思います。遠くの方はね、明るいんですけど、後ろから分厚い雲が迫ってきています。それでは間もなくご来光ということで、今回はタイムラプスで動画を撮ったので、そちらの方を紹介したいなと思います。はい、タイムラプス映像どうだったでしょうか。これはね、通常の動画になるんですが、この真ん中に見えているところに、本来だったら太陽があります。ただ、今回はご来光を見ることはできませんでした。去年はね、ご来光を見ることができたんですが、ちょっと残念でした。そして雲は多いものの、なんとか天気は持ちこたえてくれるかなという感じです。そしてこの動画を見てくださっている方、特別に去年僕が登った時に富士山の山頂で見たご来光のタイムラプスをお見せしたいなと思います。はい、どうでしたでしょうか。めっちゃ綺麗かったですよね。また次登る機会があれば、あの景色をね、また見たいなと思いました。それでは、もう5時になるので出発しようかなと思います。午前5時、7合目の巴川を出発しました。この時には少し雨も降ってきているという状態でした。少し歩くと東洋館という場所に到着いたしました。旗を見てもらうと分かる通り、風がね、少しずつ強くなってきているかなという感じでした。景色はね、まだ少し下の方は見えるかなという感じです。ここからこの崖を登っていきます。もう山登りというよりかは崖登り、ロッククライミングみたいな感じになってるんですが、このゴツゴツしたところをちょっと足元に気をつけながら登っていきたいなと思います。この鎖を持ちながら登ること数分、山小屋らしきものが奥の方に見えてきました。後ろを振り返るとこのような景色が広がっています。少しずつ雲がこっちに近づいてきている感じです。そして雲が下に見えて雲海のような状態になっています。8合目大使館に到着しました。標高は3100メートルになります。富士山の一番高いところが3776メートルになるので、まだまだここから登っていかないといけないという感じです。そしてこの岩を掴みながら登っていくわけですが、登るときは右足をどこに置いて、次に左足をどこに置くと、頭を使いながら登る必要があるので、割と大変だったりします。そして風もこのように強くなってきていました。気温もかなり下がっており、ジャケットを着るぐらいの気温になっていました。
そしてもうここに到着すると、風が強すぎて、強い風が吹いた時には人が立ち止まったり、しゃがんだりするほどの風の強さになっていました。今回感じたのは、強い風が吹いても、富士山にいると、どっちから風が吹くかわからないっていうのが結構怖いところかなと思いました。前から風が吹いたと思ったら、一瞬にして今度は後ろから風が吹いたり、横から吹いたり、本当に方角がわからないぐらいの風の強さでした。そして標高3250メートルに到着いたしました。富士山なんですが、5合目、6合目、7合目、8合目、本8合目、8.5 合目、9合目、山頂ということで、8合目だけね、結構刻むという感じになります。そして割と僕自身ちょっと怖かったなと思う道がここです。右側ね、山小屋もあるので、そんな落ちても高さはないんですが、この細さと強風、足がね、ちょっとすくむほどでした。もしね、多分ここで落ちたら結構下までね、落ちちゃって、命の保証はないかなという場所になります。皆さんもちょっと登るときはね、この辺気をつけてもらえたらなと思います。はい、そして本8合目にある巴館に到着いたしました。まあ、ちょっと雲行きが怪しいです。風もね、結構ひどかったですね。で、ここから先が浅間大社の神社の一部になるということになります。ここは 8.5 合目、標高3450メートルになります。そしてこの景色が富士山に登って最後に見る景色でした。この後の動画なんですが、全部雲の中になってしまいます。はい、先ほどの景色から数分経ったところでこんな感じです。はい、もう下の景色もね、一切見えなくなってしまいました。そして風と雨もきつかったですね。標高3600メートルになります。もう本当にね、これは滑落するともう終わりです。そして風も吹いているので、本当に風で飛ばされるだけでね、もう下に落ちてしまうというぐらい危険な道でした。そして今回僕が登っているこの期間なんですが、この登山中の間に3名の方がお亡くなりになっているというぐらい、ちょっと天候も荒れている日でした。そして正面に見えたのが山頂の鳥居です。あともう少しで登頂できそうですね。足元はちょっと悪いです。濡れているのでね、余計に危険と感じました。そして到着いたしました。富士山の山頂になります。あの鳥居を越えたらもう山頂です。本来巴館7合目から4時間で着くところ、強風と悪天候のためここに到着したのは午前10時、5時間もかかってしまいました。そしてやっと富士山の山頂に到着いたしました。もちろん登る時も風すごかったんですが、山頂はね、レベルが違いました。山頂この時風速30メートルがずっと吹いていて、最大瞬間風速50メートルというぐらいの風の強さでした。そしてお鉢巡りをしようと思ったんですが、さすがに危険と判断しやめました。本当に風が強くて、もう立つことすらできなくてしゃがんだりしてました。そしてこの動画は YouTube のショートにも投稿したんですが、本当にね、この風と雨と時々ね、あられが降るぐらいの
天気だったんですが、もう本当に寒すぎました。防寒対策として手袋をつけていたんですが、手袋ももう水でびしょびしょになって、手と足の感覚もなくなるぐらいでした。そしてもう体温も下がってきていたので、危険と判断し、もうすぐに下山をしようかなと思います。そして天気も悪かったため、富士山山頂にある神社やお土産屋さんなど、すべて閉まっていて、誰も人がいないという状況でした。本来なら富士山山頂で富士山の綺麗さを皆さんにお伝えしようかなと思ったんですが、今回はその綺麗さをね、お伝えすることはできませんでした。ただ、この動画を見て富士山の危険性も一緒に知ってもらえたらなと思います。最近富士山の軽装備の登山や、また弾丸登山、そしてなんか結構死者もね、出ているということで富士山取り上げられがちなんですが、実際の富士山はこんな感じで、本当に危ないんだよっていうのも一緒に知ってもらえたらなと思います。本当にね、普段はめっちゃ景色も綺麗やし、めっちゃいい場所なんですけど、自然の怖さの部分もね、今回見れたんじゃないかなと思います。僕自身この富士山の危険さについて本当に勉強になりました。下山なんですが、下山ルートから下山をしていきます。そして今回ちょっと休憩しながらね、降りたかったんですが、止まってしまうともう体温が一気に下がってしまうので、ちょっと無茶をして一気にこの坂を下っていきたいなと思います。本来ならここの下山するときもすごい綺麗な景色を見ることができます。そして下山していたんですが、さすがにちょっと体力的にもきつかったので、緊急避難所という場所があったので、今回ちょっとそこに入れさせてもらいました。さすがにちょっと外で泊まるのはきつかったので、小屋に入ると風もね、全然なかったので、ゆっくりできました。そして体力もある程度回復したということで、10分ぐらい休憩して下山を続けていきたいなと思います。時折雲の隙間から下のね、景色が見ることができました。そしてもうちょっと進むと植物も生えてきました。ここまで来ると風も多少は収まり、気温も山頂より上がってきたので、ちょっと生きた心地はしました。本当に山頂にいるときはね、生きた心地がしないレベルでした。そしてある程度降りてきて、道もね、平坦になってきました。そして最後のこちらゴールですね。5合目が見えてきました。最後はちょっと上り坂があるのでね、ちょっとしんどい。そして下りでね、結構膝も使うので、ちょっと膝や足首もね、この辺で痛くなってきているという感じです。本来だったらゴールが見えたらもうすぐに着くと思って元気が出るところなんですが、この道歩いても歩いても全然到着しないので、気分的にちょっとしんどいです。そして結構歩いて、こちらちょっと門が見えたと思うんですけれども、ここが登山道の入り口になります。なのでゴールに到着いたしました。ここが有名な、最近テレビで結構取り上げられている門になります。そしてこの門を越えて5合目に到着いたしました。やっとね、無事に帰ってくることができました。そして到着したということなんですが、この日はね、やっぱり天気が悪かったため、登山する人もね、結構少ない印象でした。そして協力金の1000円でもらえる木の札に、その登山した日の日付をスタンプで押していきたいなと思います。結構手も凍えていたので、手も震えて、押すのがね、結構ちょっと難しかったです。さて、綺麗に押せたんでしょうか。はい、ちゃんと押したにもかかわらず、右下がね、ちゃんと押せていなかったので、もう一度ね、うまいこと押してみます。そうすると、
はい、3D の映画のメガネをかけていない時の映像みたいになってしまいました。でも、これはこれでね、味があるということで、しっかりね、持って帰りたいなと思います。そして、お土産を見て、このバス、乗って帰りたいなと思います。はい。ということで、このまま下山をするわけですが、いかがだったでしょうか。結構ね、YouTube に上がっている富士山の動画っていうのは、綺麗な景色が見えていたりっていうものだったりすると思うんですけれども、今回ね、こうやって自然の恐ろしさの一部もね、見ることができたんじゃないかなと思います。山小屋の方もね、こんなのめったにないというぐらいの大荒れだったので、皆さんもね、もしかしたらこの夏登ったり、来年とか登る時もね、こういう天気あるかもしれないので、しっかりとした装備を身につけて、富士登山をしてみてください。後日、このチャンネルにて、静岡、山梨の旅行だったり、GR86 の動画を上げるので、もしよければ皆さんチャンネル登録、高評価お願いします。ちなみに降りてきて、バス停に着いたわけですが、富士山はこんな感じで、いい天気になってました。